んにちは、デザインドリップです。今回はこのようなレトロ印刷×フードのインスタバナーの作り方を紹介します。このようにカラーバリエーションも紹介したいと思います。動画の後半で説明するのでぜひご覧ください。それでは始めていきましょう。はい、それでは始めていきます。まず背景レイヤーをダブルクリックして普通のレイヤーにします。さらにそちらのレイヤーをダブルクリックします。はい、カラーオーバーレイで描画モードは通常で 167CA2 のブルーにします。はい、こちらで大丈夫です。次にサンドイッチの写真を配置します。横幅だいたい1095ピクセルぐらいで OK します。はい、こんな感じです。はい、次にこちらの写真を切り抜いていきたいと思います。こちらのレイヤーを選択した状態でコンテキストタスクバーから背景を削除をクリックします。するとこんな感じで綺麗にマスクで切り抜かれました。もしコンテキストタスクバーが出ていない場合はドキュメントの外側で右クリックをするとこのようなコンテキストタスクバーを非表示、表示というのが出てくるのでこちらで表示非表示ができます。ちょっと拡大します。ほぼ綺麗に切り抜かれているんですけれども微妙に白いところが残っているのでこちらをマスクを調整することでちょっと綺麗にしていきたいと思います。こちらのマスクのレイヤーを選択してブラシに持ち替えます。黒の描画色で消したいところを塗っていきます。はい、こんな感じで切り抜きました。後で位置を調整するんですが、だいたいこの辺の位置に置いておきます。はい、こちらで写真の切り抜きは完了です。はい、次はテキスト部分を作っていきたいと思います。テキストツールに持ち替えて、はい、フォントはボガート、ウェイトはセミボールドで、サイズは230ピクセル、行間を160ピクセルにして、トラッキングを-20に設定します。色は FFFADD の薄い黄色にして OK します。はい、こちらでサンドイッチと英語で書きます。サンドの後で改行をして、こちらに半角スペースを5回入れます。1、2、3、4、5。はい、こんな感じです。次にこちらの文字の一部を飾り文字にしていきたいと思います。書式メニューのパネル、時系パネルから時系パネルを表示させます。こちらのフォント全体と書いてあるところをクリックして、その上の現在の選択文字の異字体にチェックを入れます。この状態でサンドイッチの文字を選択してダブルクリックをして、まず S を選択するとこんな感じでいろんな種類が出てきます。こちらの左から3つ目の文字をダブルクリックして選択します。するとこんな感じで飾り文字になりました。次に D を選択します。D も左から3つ目のこの飾り文字にしていきたいと思います。はい、こんな感じです。さらに W を選択して、これはこの左から4つ目、右から2番目のこの文字にしていきます。はい、こんな感じです。さらに I を選択して、これは一番右端のこれにします。はい。で、最後に H を選択して、左から3つ目のこの文字にします。はい。するとこんな感じで可愛い文字になりました。時系パネルを閉じておきます。あとはカーニングを調整します。はい。こんな感じで調整してみました。くっつきすぎず、でも飽きすぎずという感じで調整します。この W と I をくっつけると可愛いです。こちらと背景レイヤーを同時に選択して中央に揃えます。すると文字の関係でちょっと左に寄っているように見えるので、こちらをちょっと右に寄せます。だいたい約15ピクセル右に寄せました。後で調整するのでだいたいこんな感じで OK です。次に他の文字を打っていきます。こちらのサンドイッチのレイヤーをコマンド J で複製します。で、こちらの左下ぐらいに持っていきます。こちらのフォントサイズを変更します。はい、こちらのフォントサイズを30ピクセルにして行間を40ピクセルに変更しました。するとこんな感じになります。はい、こちらの文字、飾り文字が残ってしまっているので普通の文字に戻したいと思います。こちらのテキストをダブルクリックして全部選択して、文字パネルの下の方にあるこの A という文字、スワッシュ字形と出てくると思うんですが、こちらをクリックします。するとこんな感じで普通の文字に戻ります。で、こちらにフライドエッグ、トマト、レタス、チキンと文字を入力していきます。概要欄に貼ってあるのでコピーして使ってください。
でこちらスラッシュがちょっと大きいので、スラッシュだけ小さくしていきます。スラッシュを選択して25ピクセルに変更します。残りのスラッシュも全部25ピクセルに変更してください。はい、こんな感じです。あとはちょっと文字間を調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらの文字を配置していきます。このサンドイッチのこの間のこのスペースの中にいい感じに収まるように配置してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。サンドイッチの左端から5ピクセルぐらい内側に入れて、で縦の位置は W の中心ぐらいに配置しておきます。はい、次は他の文字を書いていきます。こちらの今書いたテキストをコマンド J で複製して右上ぐらいに持ってきます。はい、こんな感じです。こちらの文字をフレッシュ&テイスティびっくりマークと変えます。こちらも概要欄に貼ってあるのでコピーして使ってください。で、こちらの文字の大きさなどを書いていきます。はい、こちらの設定ですが、まずウェイトをボールドにします。で、フォントサイズを70ピクセル、行間を60ピクセルにしておきます。で、色を D74027 の赤にしておきます。こちらで OK します。で、こちらをダブルクリックして、アンドマークの後ろで開業を入れます。T の前に4つスペースを入れます。はい、こんな感じです。こちらに境界線をつけていきます。こちらのレイヤーをダブルクリックして、境界線からサイズを15ピクセル外側、描画モードは通常で 100% で、カラーを FFFADD の薄い黄色で OK します。するとこんな感じになります。こちらでダブルクリックして文字間などを調整してください。はい、こんな感じでいいかなと思います。さらにこちらのレイヤーをコマンド J で複製して、下の方の境界線の色を変えていきます。ダブルクリックをして、はい、次は色を555555のグレーにします。描画モードを上山にして不透明度を 50% にします。こちらのサイズと位置はそのままで大丈夫です。こちらで OK します。で、こちらの今色を変えた下の方のレイヤーを1ピクセル左と下に移動します。するとこんな感じでちょっと影がついたのがわかるでしょうか。ちょっと拡大します。はい、こんな感じですね。こんな感じでちょっと影をつけるとステッカーっぽくなります。で、こちらの2つのレイヤーを選択して適当な位置に配置します。ちょっと H の上の方にかかると可愛いと思います。はい、こんな感じで同じ色だけれども影がつくことでちょっとステッカー感がわかると思います。はい、こちらはこれで OK です。最初に作ったサンドイッチの文字から今作ったフレッシュの文字まで4つのレイヤーをグループ化して、タイトルなどと分かりやすく名前をつけておきます。ちょっとこちらで位置を調整します。サンドイッチの位置なども調整します。で、こちらのサンドイッチ画像をちょっと複製したいと思います。コマンド J で複製して変形モードにしてシフトをしながら下に移動します。するとこんな感じでまっすぐ縦位置が揃って移動してくれます。さらにそちらをコマンド J で複製して変形モードにして今度はシフトをしながら上の方に移動します。で、位置を調整します。こちらのサンドイッチ画像のレイヤーを3つまとめてグループ化してサンドイッチなどと分かりやすく名前をつけておきます。こちら後で加工をするとちょっと鮮やかな色味になるのでこの段階でちょっと写真の色を調整しておきます。こちらのサンドイッチのグループを選択して下のこのマークから特定式域の選択のレイヤーを追加します。で、オプションでクリッピングします。ちょっと黒の色が強いのでちょっと黒の色を抜いて浅くしていきたいと思います。ブラック系を選択してブラックをマイナス 25%、 次に中間色系にしてブラックをマイナス 15% にします。するとこんな感じでちょっと黒の色が弱まったと思います。次に色相サイドのレイヤーを追加してオプションでクリッピングします。サイドをマイナス5にして OK します。はい、するとちょっとサイドが弱まりました。はい、こんな感じです。ここでタイトルのグループをちょっと傾けていきたいと思います。タイトルグループを選択して右上あたりをクリックして変形モードにしてこの上の角度のところを使います。こちらにマイナス5と入力してマイナス5度傾けます。はい、こんな感じです。で、ちょっとこの段階で配置を調整します。サンドイッチの位置も調整します。はい、だいたいこんな感じでいいかなと思います。次にステッカーを作っていきたいと思います。多角形ツールを持って適当なところをクリックします。幅と高さを196ピクセルにして角数を20、
角丸の半径はこの段階では0にしておいて、星の比率を 95% にして OK します。するとこんな感じのギザギザの丸いシェイプができました。こちらを赤にします。はい、こちらを D74027 の赤にして OK します。だいたいこの辺に一旦置いておきます。ちょっと拡大します。このままでもいいんですけれども、ちょっと丸い感じのギザギザにしたいので、角丸を設定します。プロパティパネルのアピアランスの部分にこういう角丸を設定する部分があるので、こちらをスライダーを右に目いっぱい引いて、こんな感じで設定します。するとこんな感じでお花っぽい形になりました。ただこの角丸を設定するとなぜかこの大きさが変わってしまうので、ちょっと大きさを戻していきたいと思います。幅と高さが196ピクセル、角丸が 16.56 ピクセルになれば OK です。でこちらも境界線をつけていきます。ダブルクリックをして、はい、今度はサイズを10ピクセルで、外側で通常モード不透明度を 100%、 色を FFFADD の薄い黄色で OK します。はい、こんな感じです。はい、次にこちらに文字を書いていきます。テキストツールに持ち替えて、フォントは先ほどと同じボカート、ウェイトはセミボールドで36ピクセルで行間を40ピクセル、トラッキングはマイナス20にしておいて、色は FFFADD の薄い黄色で OK します。はい、こちらで Today's Special と書いて、このステッカーの中のあたりに持っていきます。ちょっと拡大します。で、こちらの文字のカーニングを調整していきます。カーニングを調整して、Today's と Special の左右が揃うようにしてください。はい、こんな感じでいいかなと思います。で、こちらとこの多角形アイコンを同時に選択して中央に揃えておきます。はい、こんな感じです。で、こちらの多角形アイコンをコマンド J で複製して、こちらの方も下の方の境界線の色を変えていきます。ダブルクリックして、はい、色をまた555555のグレーにして、乗算で不透明度を 50% にします。で、こちらで左と下に1ピクセルずつずらします。はい、こんな感じです。ちょっと拡大します。はい、こんな感じでステッカーっぽくなりました。で、こちらの3つのレイヤーをグループ化して、ステッカーなど分かりやすく名前をつけておきます。で、こちらを角度をつけていきたいと思います。右上あたりをクリックして変形モードにして、またこちらの上の角度のところから、今度はマイナス10と入力します。マイナス10度変形させます。はい、こんな感じです。この段階でいろいろなパーツの位置を揃えてください。ちょっと背景色と干渉して見づらいので、背景を後ろにして作業していきたいと思います。で、こちらのステッカーをもう1個追加してこちらに貼っていきたいと思います。コマンド J でグループを複製します。で、変形モードにしてこの右下あたりに持っていって、次は逆に10度傾けたいので20度、こちらの角度のところに20と入力します。するとこんな感じで逆側に10度傾きました。で、また位置を調整していきます。はい、こんな感じで配置してみました。上の方のステッカーをこの S にかかるようにするとステッカーっぽく見えていいと思います。ちょっと拡大します。はい、こんな感じです。こちらでテキストの追加は完了です。はい、次にテクスチャの追加をしていきたいと思います。こちらの背景レイヤーからステッカーまで全部のレイヤーをグループ化します。デザインなど何でもいいんですけど名前をつけておきます。こちらで右クリックをしてスマートオブジェクトに変換します。はい、こんな感じです。こちらにフィルターをかけていきます。こちらを選択してフィルターからフィルターギャラリーを押します。するとこんな感じの画面が出てきます。テクスチャーの粒状を選択して粒子の種類をソフト、密度を25、コントラストを65にして OK します。するとこんな感じでちょっと明るくなってザラッとしたのがわかるでしょうか。はい、さらに効果を追加していきます。こちらを選択して次はフィルターメニューのピクセレートのカラーハーフトーンを押します。するとこのような画面が出てきます。この半径のところを4ピクセルにして、こちらの角度はデフォルトでこういう風な数字になっていると思うのでこのままで OK します。するとこんな感じのブツブツの効果ができました。こちらの効果をいじっていきたいと思います。こちらのカラーハーフトーンの横にある調整アイコンをダブルクリックします。するとこのような描画オプションというのが出てきます。こちらを描画モードをハードライト、不透明度を 15% にします。こちらで OK します。するとこんな感じでちょっと拡大します。
こんな感じのちょっと印刷っぽい効果ができました。スマートフィルター自体をオフにしてみます。これが元のデザインで、こちらが今2つの効果を与えたものです。だいぶ雰囲気が変わってきました。さらに効果を与えていきたいと思います。次に紙テクスチャをドロップします。でこちらをシフトをしながら90度回転させて縦にします。で大きさはお好みでいいのですが、だいたい横幅1730ぐらいで OK します。で位置も好きな位置で大丈夫です。だいたいこんな感じにしてみようかなと思います。でこちらの描画モードを焼き込みリニアにして不透明度を 50% にします。はい、こんな感じです。するとこんな感じで紙に印刷したような効果が与えられました。さらに効果を追加していきます。次に傷テクスチャーを持っていきます。こちらも90度回転させて縦にしてください。大きさは適当でいいんですが、今回は横幅1680ピクセルぐらいで OK します。で、お好きな位置に配置して、でこちらの描画モードを今度はスクリーンにします。さらに不透明度を 20% にします。するとこんな感じでちょっと明るくなって、こんな感じでちょっと雰囲気が変わりました。はい、こちらでこのデザインは完成です。はい、こちらのデザインですが、スマートオブジェクトで配置しているので、この中身を変えることで色を変えたりデザインを変えたりすることができます。こちらの色を変えてカラバリを作っていきたいと思います。こちらをダブルクリックしてスマートオブジェクトを開きます。はい、こんな感じになっていると思います。はい、こんな感じでカラーバリエーションを作ってみました。こちらスマートオブジェクト自体に効果をかけているので、テクスチャーなどの効果は変わらずに中身のデザインだけを変えることができるので、とても便利です。オレンジの背景色は D66A35 で、こちらのステッカーとフレッシュの文字は 388AA5 のブルーにしています。イエローの方の背景色は FFE683 の黄色で、こちらのアイコンとフレッシュの文字は 4D9C40 のグリーンにしています。またこちらのイエローのみこんな感じでサンドイッチの文字の下に影をつけています。こちらの色は FFFADD の薄い黄色で5ピクセルずつ左と下に移動しています。はい、こちらで今回は完了です。このような紙に印刷したようなレトロなデザイン、フードを使ったレトロなデザインというのをよく見かけるので作ってみました。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。